皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回はターゲットサーバーの操作を奪った後に管理者権限を取得するまでの流れを解説していきたいと思います。管理者権限っていうのはルート権限とかアドミン権限とか言われたりもするんですけど、要するにその権限があると何でもできちゃいますよっていう権限のことですね。使用する環境ですが、今回はトライハックミのルートミーという演習環境を使用して一連の流れを学習していきたいと思います。最終的な目的はターゲットサーバーにあるユーザー .text とルート .text に書かれているフラグの入手になります。まずは最初のタスクということで、ターゲットホストに対する偵察を行っていきましょう。問いの1がターゲットマシンにスキャンをした結果、いくつポートが空いているでしょうかということで、まずはポートスキャンを実行して開放されているポートを確認しましょう。ポートやポートスキャンの詳細については過去の動画で解説しているので、興味がある方はそちらをご参照ください。Nmap でオプションを指定して、あとはターゲットホストの IP アドレスですね。表示結果から22番の SSH と80番の HTTP が確認できたので、問い1の答えは2つになります。問いの2は実行されているアパッチのバージョンは何ですかということで、これはスキャン結果の HTTP の項目を見るとわかりますね。答えはバージョン 2.4.29 になりますよと。ちなみにアパッチっていうのは Web サーバーのソフトウェアのことになりますね。問いの3がポート22で実行されているサービスは何ですかということで、これも Nmap で確認した結果からポートの22は SSH なので、問い3の答えは SSH になります。問い4、問い5が GoBuster を実行して隠しディレクトリを見つけましょうと。まずは説問の通り GoBuster を実行してディレクトリ情報を取得してみましょう。GoBuster ディアでオプションを指定してワードリストはコモンドとテキストを使用します。結果を見てみるとパネルとかアップローズが隠しディレクトリとして見えているので、問い5の答えとしてはパネルアップローズということになりますね。事前の偵察はここまでで、次のフェーズはゲッティングシェルっていうことで、シェルの取得になります。シェルの取得っていうのは以前動画で説明したリバースシェルのことですね。あの時は Windows PC に対して実行したんですけど、今回は仮 Linux と演習のサーバーでセッションを貼って操作を奪うっていう流れになりますね。リバースシェルの詳細についても過去の動画で解説しているので、よければそちらをご参照ください。問いの1がユーザー .text っていうことで、1つ目のフラグを取得しなさいよっていうことですね。こういうのって基本的には見つけた情報を辿っていくとゴールにつけるようになってるんで、まずは GoBuster で見つけたディレクトリを見ていきましょう。パネルのページにアクセスしてみると、セレクターファイルとアップロードっていうことで、サーバーにファイルをアップロードできることが分かりましたよと。試しに何か適当なファイルをアップロードしてみましょう。アップロードのディレクトリにアクセスしてみると、こんな感じでアップロードしたファイルが確認できますね。ファイルがアップロードできるっていうことは、操作権限を奪うためのシェルを仕込んで、ターゲットホストの操作を奪うことができるかもしれないので、その方法を試してみましょう。今回使うシェルなんですけど、PHP ベースのシェルが仮に Linux にデフォルトで入ってるんで、そのファイルを使用して実行してみたいと思います。で、ファイルの中の IP アドレスの部分だけ仮 Linux のアドレスに変更しておきましょう。ポート番号は特に指定がなければデフォルトのままで問題ありません。このファイルをさっきのファイルというアップロードのページからアップロードしてみると、PHP は使用できませんということで弾かれてしまいましたよと。これなんですけど、エグゼファイルとか PHP なんかの怪しいプログラムが実行できそうなファイルは、ホスト側で制限していて、こんな感じでブロックされる場合っていうのもありますね。なんでこういった場合は拡張子を変更してもう一回実行してみましょう。ファイルの拡張子を例えば .html に変更してアップロードしてみると、今回はアップロードできましたね。他にも使えそうな拡張子は .pht とか PHP3 とか PHP4 とか .inc とかっていうのも使えたりしますね。アップロードのページにアクセスするとアップロードしたファイルが確認できますよと。あとは仮に Linux 側で待ち受けをしていく必要があるので、netcat のコマンドでポートを指定して実行しておきます。これで操作を奪うための準備ができたので、さっきアップロードしたシェルを実行してみましょう。コネクトでなんとかっていうことで、仮に Linux 側で操作できるようになったら接続成功ですね。まずはこれで操作権限を奪うことができたので、一つ目の目的であるユーザー .text を取得しましょう。Find でユーザー .text を検索して、あとはテキストの中身の確認ですね。これで一つ目のフラグがゲットできましたよと。ということで、問1の答えは THM なんとかっていうことで、このメッセージが答えになりますよと。次のタスクはプリビレッジエスカレーションということで、権限昇格ですね。今回のテーマになるルート権限の取得をしていきましょう。でまずは問1を見てみると、Search for file with SUID permission なんちゃらっていうことで、SUID 権限を持ったファイルを検索してみましょうということですね。ここでいう SUID 権限っていうのは、Set User ID の略で、通常ファイルとかコマンドを実行する場合は、そのファイルのコマンドとかに設定されている権限の人しか実行できないようになってるんですけど、SUID が設定されていると、その所有者の権限で実行できるようになりますよと。ちょっとこれだけだと何を言ってるかよくわからないと思うんですけど、要するに権限がない人がそのファイルとかコマンドを実行しても、ルート権限で実行できてしまうっていうことですね。なんでまずは SU 権限を持ったファイルを探しましょう。そうすると SUID 権限がついたファイルがずらずらと表示されるんですけど、注目するのはユーザー bin Python っていうやつですね。これに権限がついていると Python スクリプトが実行し放題っていうことなんで、今回は Python を足がかりとしてルート権限に昇格してみましょう。ということで問1の答えはユーザー bin Python になりますね。問の2がルート権限昇格するための方法を見つけましょうってことで、以前も使用したんですけど、GTFOBins っていうサイトに権限昇格についてのテクニックがまとまってるんで、今回はそのサイトを参考にします。調べた結果によると SUID が付与されている場合は、下記のコマンドを実行することでルート権限になれるんで、実行してみましょう。実行した監視は何も表示されてないんですけど、権限を確認してみるとルートになってるってことがわかりますね。
これで目的のルート権限に昇格できたんで、最後にルート .text を確認して全てのタスクが完了になります。問い3の答えは THM なんちゃらっていうことで、これで2つ目のフラグを取得できましたよと。ということで今回は管理者権限を取得するまでの一連の流れを見てみました。初見だとシェルの取得とか権限昇格のあたりがちょっとややこしいと思うんですけど、落ち着いて情報を辿っていくと必ずゴールまで辿り着けるようになっているんで、興味が出た方は良ければ動画を参考にしてやってみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。